悪魔の回収あれとか関係してるの？どこまで言っていいかわかんないけども、もう始まってます。お父さん、はい、YouTube でおなじみのヒカルさん、最近熱愛が出ましたね。ね、だからヒカル君のさ、話題ってさ、ぶっちゃけ俺たちがやってもしょうがないよね。とはね、思うんだけどね。全然ほら、僕らと被んないよね。同じ YouTuber ではあるけどさ。そうですね、ジャンルが全然違うので。ただやはり、なんだろうな、今32歳なんだけど、彼はね。ヒカルさん。あの年齢であそこまでやっぱり頑張って、会社やったりいろんなことをしてるのはすごいね。すごいですね、本当に。あと、そういうモテ男だからね。内田理央さんっていう方は、略歴みたいのを見ると、まあ活躍なさっているね。女優さんっていうことでございますけどね。まあ運勢とかを見ると、二人とも今年から良くないんだよね。あら、そうなんですね。12年間、13年間の周期の中で言うと一番悪い年に入ってるので、まあその統計学的な、まあ、これね、見られてる方とかで、そういう占いとか統計学好きな方は、みんなあーってうなずいてると思いますけど、一番やばい時期に二人こう出会って、まあ去年出会ったのかな、今年そういう風になってますけども、統計学上で言うと続かないよねっていう感じはしますよね。なるほど。で、まあ言うたとして霊能者として見たらどうかっていうと続かないよね。同じことなんだけどね。だから統計学やばいなと思いますよ。改めてね。改めてすごいなって綺麗に当てはまるなって感じ。それもね、統計学的に言うと3年続くんですよ、大概ね。まずは人とか人間関係の、まあ、苦しみというか、裏切られたりとか、裏切ったり。その次の年が、まあ、いろんなものをなくしていって、次3年目がまた立ち直っていく時期。まあ3年間悪いんですけども、その裏切られるっていう時期に2人とも入っているので、まあ99% 今のままいくと良くない。それをどうにか打開する方法はないですか？まあ本来の、例えばそのヒカル君が持ってる性格とかね、彼女の持ってる性格と真逆をやっていけばいいよね。まあヒカル君の場合はもう YouTube でも公言してますけども、自分は女遊びするよとか、そういう人間だからっていうふうに言い切っちゃってるので、まあそれやってたら間違いなく女性はいなくなっちゃいますよね。運勢が悪い悪くない関係なくね、そこはね。以前の問題ではありますね。やっぱり去年、一昨年もそういうふうに、例えば本人は公言していて、まあ恋愛をね、繰り返してたと思うんですよ。そうですね。ただ、それが今年に入って、精神的なことも含めて、今彼がやってる本業の仕事、YouTuber 以外にも彼はリザード、まあアパレルやったりとか、他にいろんな事業やってますけども、そこに影響するってことですよね。そうですね。そう。個人の問題だけで済むなら、個人の中の納得だから、本人が言ってるように、なんて言われようが俺の勝手だろで済むんだけど、今から宮古島にね、金融アドバイザー、コンサルの入江君と一緒に、まあ、会社作って、10億円のホテル買ったりとか、いろんなことをしてますのでね。まあ、その内部も含めて、今一緒にいらっしゃる彼女を知ってるってことですから、まあ、いろいろ今、僕がまあ、これ、まあ、ヒカル君見てるかどうかわかんないけども、見ててアドバイスするとするならば、あんまり深いこと言わない方がいいかもしれないですね、今はね。彼はまあ、男気があるので、いちいち隠さないし、これこうだよ、こうだよって聞かれたことを喋っちゃうと思うんですよ。でも、これがまだ浅い段階でね、例えば、まあ、2年、3年とかで、もしもお別れした時には、重大な情報を持ったまま彼女を行くので、まあそれが例えば金額が彼の場合大きいじゃないですか。10億円とかになっちゃうし、あとアパレルなんかでも、まあ皆さんあんまりわかんないかもしれませんけど、リザード彼やってて、まあ年間3年で100億かなとか目指してやってるんですよ。まあそれは正しい数字かわかんないけど、本人言ってましたけども、それはね、例えばアパレルの流れとして一番最初に服を買わなきゃいけないんで、仕入れるってことが出てくるから、当然そこで5億円分とか、またそこも10億円分とかわかんないけど、服を買って、まあ、それをまたね、自分たちの倉庫に置いて、またピッキングして、全国に発送してってことを全部やってるはずなので、いろんな意味で、まあ、他者に情報が漏れたら困ることそういうことはあんまり言わない方がいいよね。この内田さんの方に寄っていく人たちも出てくるので。ヒカルさんを、そう、ヒカルさんの、まあ、情報全部知ってるわけだから、内田さんの方に寄ってって、もしも二人が別れた場合ですよ。
ということも起きてきちゃうし、確かに。基本はあんまりその情報の共有っていうのは、まあ彼だけの問題だったらいいけど、いろんな他者が関わってるものも全部流れてしまうから、気をつけた方がいいよねっていうのがありますよね。なる内田さんの方もちょっと霊視して見てみたんですけども、まあこれもあくまで僕の範疇ですよ。まあ恋多き女性ですよね。まあ、モテるでしょうしね。あとやっぱり別れ方も早いので、切り替えが早い。切り替えが早いし、なんとなく僕が見てる感じで思うのは、ヒカル君の前の彼とちゃんと終わってない感じがするな。ちょっと中途半端な形でずるずるずるっとしつつ、まあ、それと忘れるためか、もう綺麗に切るために来たのかっていうのもあるし、あと32歳という年齢ですから、いろんな面でやはり次の自分の女性としてのね、人生の設計をしなきゃいけないということもあっていらっしゃったと思うんだけども、あんまり良くないかな。付き合い方としては、そんな気がする。だからまあ余計なお世話ですけどね。そんなね、二回りも僕違うので、彼らとね、あれだけども。ただやっぱりちょっと心配なので、そこはまあ、ヒカル君にね、先輩としてちょっと話をさせていただければ、まあ余計なお世話だというかもしれないけど、ちょっと気をつけた方がいいかなという気はしますね。悪いからこそ、二人でこう気をつけるべき部分とかってあったりするの？二人とも結局悪いわけですから、一緒にいることによって逆に捜察される。捜察、前も捜査使えたら総裁だって書いてた人がいたけど、コメントで、盗撮だよどっちも同じ意味なんだけど、まあ捜察をこう、されて、悪い運勢同士でお互いに消し合うってこともあるんですよ。運勢ってのは。マイナスとマイナス同士だから。マイナスかけるマイナスはプラスになるからっていう考え方もあります。なるほど。ただ、二人ともどちらかというと、やっぱりあんまり深く掘り下げていくタイプじゃないので、浅い感じなんで、もしかしたらお互いにね、深く考えずに今のまま、いい距離感でいけば乗り切れるかもしれない。なるほど。ただまあ、最初で言いましたように、統計学上見ても、霊視的に見ても、早々とかなっていう気はします。なるほど。まあ、ただこれね、そんな人のね、幸福を予言することじゃないんで、心配としてね、言ってるわけですよ、統計学上ね。多分僕が言わなくてもみんな言うと思うので、そこは逆に、だったら俺たちちゃんとやってるよ、みたいな感じでね、やっていただければいいかなと思いますよね。あとね、最近、ヒカル君、ルチル水晶何か買ったってね、話題になってましたよね。ストーンマーケットの中村社長がね、買ってるんですよ。で、3000万円。買ったって言ってますけど、石自体はね、本当にブラジルのいい石がね、彼の元に行ってるので、で、彼はそのルチル水晶を持つことによって運勢が良くなったと言ってますから、まあそれはね、良かったと思いますよ。出所がちゃんとした石ですよ、ヒカル君。それね。僕も知ってますけど、ちゃんとした石をもらってるんで、で、丸く大きい石をこう飾ってますけど、できればね、これ、老婆心ですけど、鑑別書取った方がいいですよ。その方が、その透明度とかね、その針の量とかそういうのもわかるしね。あと産地もちゃんと分かった方がいいですし、まあそのことによって若い人たちがルチュに興味を持って、今ね、3億5千万円分ぐらいの売り上げしてるんですよ。石でですか？石だけで。小さい石を、まあブレスを売って、1回目、2回目ぐらいの販売で3億5千とか、4億近く売ってるって言ってたので、それはね、ミネラルの業界においては非常に良いことだと思います。ミネラル業界ですごくどうしてもその石とか鉱物の世界っていうのは、オタクの人が集まっちゃって、すごく高すぎる石と安すぎる石みたいな感じで二極化しちゃうんですよ。で、安すぎる石の方しか買わない人がいるから、当然偽物も出回ってしまう。今のヒカル君が使ってる石っていうのは、基本本物なんですよね。というのは、実はブラジルで石がなくなってます。取りすぎてですか？はい。ヒカル効果で、今石取れなくなってるんですよ。すごい。一時的に、まあ、針水晶値段上がってるので、それは間違いなく、ブラジル人たちもみんな含めて、なんで日本こんなに針水晶好きなんだっていう騒ぎになってるんですよ。すごい影響力ね。そうなの。影響力があるから心配なんです。そういうことですよね。だからそういう今ね、32歳で事業を成功させて、幸せな結婚も次に向かっていってっていう方なんでね、
ぜひその今のね、30代とか20代、これから目指していくね、そういう若者の人たちの見本になるようなね、そういう元気を与えるような、そういう人であってほしいのでね。まあ実際の本当のその、動画上ではオラオラって感じですけど、本来そうじゃないと僕は思っているので、慎重にやっていただくといいかなと思います。なるべくあんまり自分の情報は、新しく来る情報なんかもね、言わない方がいいかなっていう気がしますけどね。あとそのお金に関しても本人気がついて今すごく抑えてるんですね。経費使わないようにしてますけど、これを継続していっていただいてね、お金ってとにかくすごくいろんな年が寄ってくるので、そういう意味では、ちょっと去年、今年の頭ぐらいまでは痛手だったと思うんですよ。結構お金の出入りが激しかったと思うので、そこを気をつけていただいて、お前なんでそんな詳しいこと知ってんだよ、このおっちゃんってもし思ってるのであればね、ぜひ連絡いただいて、私ちゃんと見ますんでね、いろんなところに相談行ってますけど、ヒカル君もね、みんな適当なことしか言ってませんから、ぜひ、これは僕はっきり言いますよ。適当なことしか言ってませんから、ぜひこちらにね、いらして我々家族3人に癒していただいて、癒させてもらってね、ちょっと番組に出演していただけたらなと思いますけども。このヒカルくんの場合って、なんかこの、いわゆる悪魔の回収あれとか関係してるの？まあ、どこまで言っていいかわかんないけども、もう始まってます。だいぶ前から。だから彼の場合は、小刻みに回収されてる。一気に取られるという。だからまあ、今までの間、この8年間の間も結構苦しい時はね、仮想通貨の件でも彼ちょっと苦労したじゃないですか。そういうのも含めて、何度か起きていますね。だからこの8年の中でいう回収でいうと、今年来年がちょっと大きいかなっていう心配をしてるんですよ。ただドカンと大きく失敗する人ではないので、それは本人も言ってるように、俺は運がいいって言ってますけど、そうやって言う人って本当に運いいんですよ。自分で運びを良くしていくので、まあ彼の言葉を借りて言えば、小さいことにこだわらないし、いろんなことを失敗しようが、前に進めば良くなるよってことを本人は言ってるわけなので、そういう哲学がある以上はね、大丈夫。ただ、彼の想像を超えて、まあ、世でいろんな、この世でいろんな、そういう霊的なものの契約も彼はしてるはずなので、そういう意味では今年来年はちょっと回収が大きいので、注意してくださいねっていう意味ですね。ヒカル君頑張ってください。応援してます。